俺は言ってんじゃん、日頃。それで抑えて正解だった。本当に。うん、これから地獄になるもん。そうだね、通信費とパソコンぐらいだと思うよ。俺が経費で落とせたとしても。うん、落ちたとしても。その2つぐらいだと思う。それも、パーセンテージで多分半分だと思う。半分、よくて半分。うん、ね。そんなもんたかが知れてんのは、もう30万いかないよ。経費なんて。30万もいかない。身の丈に合った収入が一番だって俺は思って正解だった。いや、えぐいよ。多分えぐいよ。そんでなんて言うと思う？あ、税金払えないんで花火お願いします。バカだよね。その花火にも税金が発生すんのに。ね。わかる意味。うん。そういうこと、そういうこと。額面で800万な人間が450万だよ、手取り。ってことは、金梅は1000万プレイヤーなんだよ。ってことは200万とかもう納税してんだよ。本来は。サラリーマンだったら。意味わかる？手取り800万、年収800万の人間は、額面でいくらだと思う？ただそれだけ簡単な話。うん。簡単な話よ。そういう。ね、簡単な計算ですよ。ね。手取り800万ですよ、年収って。じゃあ何？額面1000万超えじゃんって。うん。それだけ、それだけ。基礎控除はあるって普通に。青色じゃない、青色っていうか白色で、っていうか今のこの雑所得には38万っていう基礎控除ある。でも配信名しか分かんなくても大丈夫だよ、通報じゃない。1200万とかなるよね。うん。じゃあそういうことよ。じゃあその端数を払うってことよ。要は。じゃあ1200-800だったら400だよね。まあ400、まあ分かんない、詳しくは。で、400万払う。まあ400万まではいかないけど、弱払うわけよ。400万近くを国に払ってるわけ。ね。うん、まあ300万ぐらいかな。まあサラリーマンはね、副業扱いだからまた変わるしね。本業がある人間はね。1億は余裕で超えんじゃない？でも5000万、6000万ぐらいかな。多分今んとこ。YouTube 入れたら1億は余裕でいくと思う。でもまあ YouTube とかまあくくりはみんな一緒だから、税務署とか国からすれば。うん。税金払ってねーって。だから基礎控除はあるって、それは分からないって、そんな基礎控除なんて言われたら細かい話は。経費の話だって分かんないんだし。だけど、納税義務は発生してんの。ね、ムーミンママ、バカなこと言わないで、そうやって。俺が言いたいこと分かる？基礎控除がかかろうがかかるまいが、経費が落ちようが落ちまいが、納税の義務はあんの。だから確定申告しないやつは脱税なの。意味わかるこれ。どうすんだろうね、みんなね、ほんと。俺はまあ自分でも別にもう税理士なんか使わなくても払えるから、余裕で。ただ、金梅とかバクソとかはどうすんだろうね、荒野とかね、青山とかね。いや、アイラはもうどうでもいいよ。アイラの金額になると俺わけわかんないから、もう。絶対貯金あると思ってるから、俺は。ないわけないじゃん。普通に考えて、あの金額稼いで。全額使うわけないでしょ、普通に考えて。うん。でしょ、だからアイラのことはもう俺は考えられない。もう多分俺の次元ではわかんない。うん。いや、確定申告って申告するだけだよ。税務署。お待ちしてます、ポスターの。僕ポスタータダでやりますよ。多分ヌードまではいけるんで。とりあえずヌード OK なんで。大丈夫。確定申告嘘で通ったからって通らないから大丈夫。遡って請求されるから。うん。で、脱税、最悪悪質とみなされたら懲役だから。うん。まあ、そうだね。やばいと思うよ。基礎控除なんてんなもんね、考えるに値しない。ネルが一番悪質。いやいやいや、脱税行為する人がみんな悪質ですよ。稼いでおきながら。ね。だってさ、800万稼いで丸々自分の元で税金も払わないでいいんだったら、みんなやるでしょ。やらない？やるよね。うん。ふんどしいね。男っぽくていいよね。
ダメ、脱税とかね。宗教法人は立ち上げられません、今宗教法人は休眠状態のものを買い取るしかないんですよ、宗教法人を立ち上げるって方法。ね、今だから休眠状態で、ね、要するに宗教法人立ち上げたはいいものの昔。いやもう休眠状態の宗教法人を探し出して、それを買い取って自分で持つことしかできません、宗教法人自体は。立ち上げはできません。はい。今のこの時代。そんなことわかるよね。そう、ガリガリの、ただホモ歓喜だよね。だから税金のこと考えたらダメよ。辛い思いするの自分だから。だから、花火師さん、言ってね、一言。あなたたちが投げる花火には、あなたは納税の義務が発生しますよってことを分からしてあげてね。じゃないと、あなたたちがいらないね、なんか心配を抱えることになるから。ね。宗教法人立ち上げられない。そう、買い取るしかないんだよね。そう。買い取るしかないんだよ、今。そう。まあもう、多分、すげえ金額になるよ、宗教法人買うっつったら。多分。普通に買うんだったらそれで生活した方がいいんじゃないの？多分、ペイできないの。あ、そう、住民税は一律 10% ね。うん。あくまでその 30% にプラス 10% されるからね。おおよそ、多分ね。そこはわかんない。一律 10% ですから。だから稼げば稼ぐほど、やっぱ金額、まあ 10% はまだ良心的なんかな。起業する意味ないからね。ふわっちいつまであるかわかんないし、認められるかわかんないからね、今の段階で。わかる？言ってる意味。あ、そう、無申告加算税と、あと、重加算税とかいろいろあるんだよ。その追徴課税に。もう、複雑、ここは。もう、打つってないよ。花火は250円ですから。手取り。だから今僕は250円稼いだと。500円丸々貼るわけじゃないんですよ。これにも当然もらった側は税金がかかるんですから。3月13日付で国税収納監視の領収書ってあるけど、金額は塗りつぶし。これ何？いや、わかんない。俺に聞かれてもわかんない。多分だから、今年の確定申告のやつだね。大丈夫。それは、ちゃんと調べるから。あなた、虚偽の申告しましたねってのはわかるから。国税局が本気で本腰入れたら。だから、正直に申告しないと、やばいよ。やばいよ。電気つけない。いや、積む、マジで積む。俺は、最近それが分かった、やっと。ああ、こういうことかって。で、ふわっちも、当然アナウンス出してますから。確定申告してくださいって。アナウンス出してる以上、ふわっちは何もないんだよ、原因は。ふわっちに。ふわっちに何もない。固定電話とか必要なんだよ。団子ありがとうございます。年収1000万超えたら予定納税もその年かと。そういうこと。まあ、詳しいことは俺もわかんないけど、まあ、貯金がないと積みます。マジで。虚偽申告は多分悪質とみなされるんじゃない？ちょっとわかんない、これは。だって虚偽なんだもん。わかんない。脱税で、それが多分懲役になるかどうかはわかんない。金額にもよるのか、それかわかんない。見せしめなのかはわかんない。しかも、脱税の通報なんて多分一人の対して多分何件も入んないと思うの。金売の場合は多分果てしない数入ると思うんだよ。ね、例えばホリエモンが脱税しましたと。そんなん分かる人は多分2、3人なんだよ。ホリエモンが脱税してること分かる人間は。当たり前でしょ？うちの会社の社長脱税してますよと。でも分かるのは従業員だけじゃん。でも全員が全員通報しないよね。多分なんかそういうので経理課が、あれなんか不透明な、なんか数字があるなと。ね、例えば社長にお前脱税しろよって言われたと。多分1本の通報で、多分動くんですよ。おおよそね、多分10件も100件も入るまで動かないわけじゃないんですよ。税務署っていうのは。だから多分簡単に動くと思う。いやー多分あいらは絶対貯金してる。頑張って払ってね。500万超えた人間。マジで。いや、みんなやばいよ、みんなやばい。
払えば問題ないんだよ。わかるしね。絶対。明るみになるもん、いずれ。怖えべー。それが何年後かわかんねえんだよ、これが。うん。亀有税務署、金馬の場合は。俺はもう通報してる。倍押しだから。手渡しだったらね、ちょっとわかんないかもね。大丈夫だよ。焼肉が食えなくなるから、そのうち。タンス預金はバレるの？バレんじゃない？だからタンス預金とかで脱税で、取り締まられるやつ、YouTube にいっぱいいるじゃん。トイレのタンクの中にさ、なんかね、札束しまったとかさ、簡単にバレるよ。250円は税金ですからね。まあ、多分簡単かはわかんないけど、バレるよ。キャンディーありがとう。ほんと簡単にバレる。もう、まあ、騙せない。本当に。国を騙そうとしたって無理。これがね、個人のね、民間とかだったら騙せるかもしんないけど、国は無理だよ。だって、税金払ってくんないと困るじゃん。まあ、いや、やばいよ。みんなやばいよ。みんな一律で。保護費、じゃあ、わかる。資産申告時に保護費以外の収入8000、年間でってこと？年間で8000円オーバーでアウトなの？生活保護の場合は。生活保護以外の収入を。年間8000円ってこと？きついな。生活保護の人もみんな、もう震えて眠ってください。みんな通報していいんだからね。全員の通報だからね。悪意じゃないからね。だから、ペックスも課税対象だと思いますよとは言ってた。お金に換えられる以上。お金とか他のものに換えられる以上は、課税対象だと値引きではないと思いますって。だから値引きではないものに対しては課税対象と思ってた方がいいですよ。本当ケースワーカー。そっか。本当だよな、じゃあね。いや、バカ正直に申告しなきゃダメだって。正直者がバカを見る世界じゃダメなの。今は正直者がバカを見る世界ですけど、このふわっちの中は正直者が正義にしましょう。この狭い世界だけでも。ね。正直者が正しいと。バカ正直な人間が正しくないと、この世界は終わりますよ。いいよ別にディスっても。俺が正しいから。大丈夫、俺は正しいと思ってるから、自分のこと。ディスられたぐらいじゃなんとも思わない。ただ悲しいなと思う。いい年した大人が、そんなこともわかんないんだみたいな。この世界だけでも綺麗にしましょう。貯金1000万あっても何でもいいよ、別になくても。どうでも。爆走はわかんない。そう。あなたも水谷さんも人の上げ足取るのに必死ですね。まあ、じゃあ必死でいいよ、別に。じゃあ上げ足取られないように生きようね、ゆうたむちゃん。わかる？ね。上げ足を取られないように生きれば、上げ足は取られないんだよ。ね。俺も水谷も、人の上げ足を取るのが、うまいんじゃないの？必死なんじゃないの？簡単に上げ足取られるやつが多すぎるの。大変だよ、もう寝る暇なくなるよ、こんなの。みんなの上げ足取ってたら。上げ足じゃないんだよ、それに。ね。ね。まあ、ゆうたむちゃんは若いから多分わかんないんだと思うけど、正直者が勝たなきゃいけないの、この世界っていうのは。だけど、卑怯な人間がのさばってるのはおかしな話なんだよ。大丈夫だよ、1000万なんてあっという間になくなるんだ。ね、上げ足じゃないよ。俺は忠告してあげてんだよ。じゃあこれを上げ足だと思って俺を恨むんだったら、俺を刺し殺しに来てくださいよ。それが殺人罪になるんだから。ね。正直に生きて、まっとうに生きてれば、絶対叩かれることないんだから。ね、ガールズアゴトリーな。その時はな、整形前のな、爆走だよな。そのサムネ見るたびに。もう分かるのは従業員だけじゃん。でも全員が全員通報しないよね。多分なんかそういうので経理課が、あれなんか不透明な、なんか数字があるなと。ね、例えば社長にお前脱税しろよって言われたと。多分1本の通報で、多分動くんですよ。おおよそね、多分10件も200、100件も入るまで動かないわけじゃないんですよ。税務署っていうのは。だから多分簡単に動くと思う。いやー多分あいらは絶対貯金してる。
頑張って払ってね。頑張って払ってね。500万超えた人間。うん。マジで。うん。いや、みんなやばいよ、みんな。みんなやばい。払えば問題ないんだよ。うん。わかるしね。絶対。明るみになるもん、いずれ。怖えべー。それが何年後かわかんねえんだよ、これが。うん。亀有税務署、うん、金番の場合は。うん。俺はもう通報してる。倍押しだから。手渡しだったらね、ちょっとわかんないかもね。うん、大丈夫だよ。焼肉が食えなくなるから、そのうち。うん。タンス預金はバレるの？バレんじゃない？だから、タンス預金とかで、脱税で、取り締まられるやつ、YouTube にいっぱいいるじゃん。トイレのタンクの中にさ、なんかね、札束しまったとかさ、簡単にバレるよ。うん。250円は税金ですからね。うん。まあ、多分簡単かはわかんないけど、バレるよ。キャンディーありがとう。うん。ほんと簡単にバレる。もう、まあ、騙せない。本当に。国を騙そうとしたって無理。これがね、個人のね、民間とかだったら騙せるかもしんないけど、国は無理だよ。だって、税金払ってくんないと困るじゃん。うん、まあ、いや、やばいよ。みんなやばいよ。みんな一力で。うん。うん。あ、保護費、じゃあ、わかる。資産申告時に保護費以外の収入8000、年間でってこと？年間で8000円オーバーでアウトなの？生活保護の場合は。生活保護以外の収入を。年間8000円ってこと？きついな。生活保護の人もみんな、もう震えて眠ってください。みんな通報していいんだからね。全員の通報だからね。悪意じゃないからね。うん。いや、だから、ペックスも課税対象だと思いますよとは言ってた。お金に換えられる以上。お金とか他のものに換えられる以上は、課税対象だと値引きではないと思いますって。だから値引きではないものに対しては課税対象と思っておいた方がいいですよ。うん。そのうち。うん。タンス預金はバレるの？バレんじゃない？だから、タンス預金とかで脱税で、取り締まられるやつ YouTube にいっぱいいるじゃん。トイレのタンクの中にさ、なんかね、札束しまったとかさ、簡単にバレるよ。うん。250円は税金ですからね。うん。まあ、多分簡単かはわかんないけど、バレるよ。キャンディーありがとう。うん。ほんと簡単にバレる。もう、まあ、騙せない。本当に。国を騙そうとしたって無理。これがね、個人のね、民間とかだったら騙せるかもしんないけど、国は無理だよ。だって、税金払ってくんないと困るじゃん。うん、まあ、いや、やばいよ。みんなやばいよ。みんな一力で。うん。うん。あ、保護費、じゃあ、わかる。資産申告時に保護費以外の収入8000、年間でってこと？年間で8000円オーバーでアウトなの？生活保護の場合は。生活保護以外の収入を。年間8000円ってこと？きついな。生活保護の人もみんな、もう震えて眠ってください。みんな通報していいんだからね。全員の通報だからね。悪意じゃないからね。うん。うん。いや、だから、ペックスも課税対象だと思いますよとは言ってた。お金に換えられる以上。お金とか他のものに換えられる以上は、課税対象だと値引きではないと思いますって。だから値引きではないものに対しては課税対象と思っておいた方がいいですよ。うん。あ、本当ケースワーカー。そっか。本当やな、じゃあね。いや、バカ正直に申告しなきゃダメだって。正直者がバカを見る世界じゃダメなの。うん。今は正直者がバカを見る世界ですけど、このふわっちの中は正直者が正義にしましょう。この狭い世界だけでも。ね。正直者が正しいと。バカ正直な人間が正しくないと、この世界は終わりますよ。はい。いいよ、別にディスっても。俺が正しいから。大丈夫、俺は正しいと思ってるから、自分のこと。ディスられたぐらいじゃ何とも思わない。ただ悲しいなと思う。いい年した大人が、そんなこともわかんないなんだよ。この世界だけでも綺麗にしましょう。はい。貯金1000万あっても何でもいいよ、別になくても。どうでも。
バクソはわかんない。そう。あなたも水谷さんも人の上げ足取るのに必死ですね。まあ、じゃあ必死でいいよ、別に。じゃあ上げ足取られないように生きようね、ゆうたむちゃん。わかるね。上げ足を取られないように生きれば、上げ足は取られないんだよ。ね。俺も水谷も、250円は税金ですからね。まあ、多分簡単かはわかんないけど、バレるよ。キャンディーありがとう。ほんと簡単にバレる。もう、まあ、騙せない。本当に。国を騙そうとしたって無理。これがね、個人のね、民間とかだったら騙せるかもしんないけど、国は無理だよ。だって、税金払ってくんないと困るじゃん。まあ、いや、やばいよ。みんなやばいよ。みんな一律で。保護費、じゃあ、わかる。資産申告時に保護費以外の収入8000、年間でってこと？年間で8000円オーバーでアウトなの？生活保護の場合は。生活保護以外の収入を。年間8000円ってこと？きついな。生活保護の人もみんな、もう震えて眠ってください。みんな通報していいんだからね。全員の通報だからね。悪意じゃないからね。いや、だから、ペックスも課税対象だと思いますよとは言ってた。お金に換えられる以上。お金とか他のものに換えられる以上は、課税対象だと値引きではないと思いますって。だから値引きではないものに対しては課税対象と思っておいた方がいいですと。本当ケースワーカー。そっか。本当やな、じゃあね。いや、バカ正直に申告しなきゃダメだって。正直者がバカを見る世界じゃダメなの。今は正直者がバカを見る世界ですけど、このふわっちの中は正直者が正義にしましょう。この狭い世界だけでも。ね。正直者が正しいと。バカ正直な人間が正しくないと、この世界は終わりますよ。はい。いいよ別にディスっても。俺が正しいから。大丈夫、俺は正しいと思ってるから、自分のこと。ディスられたぐらいじゃなんとも思わない。ただ悲しいなと思う。いい年した大人が、そんなこともわかんないんだみたいな。この世界だけでも綺麗にしましょう。貯金1000万あっても何でもいいよ、別になくても。どうでも。バクソはわかんない。そう。あなたも水谷さんも人の上げ足取るのに必死ですね。まあ、じゃあ必死でいいよ、別に。じゃあ上げ足取られないように生きようね、ゆうたむちゃん。わかる？ね。上げ足を取られないように生きれば、上げ足は取られないんだよ。ね。俺も水谷も、人の上げ足を取るのが、うまいんじゃないの？必死なんじゃないの？簡単に上げ足取られるやつが多すぎるの。大変だよ、もう寝る暇なくなるよ、こんなの。みんなの上げ足取ってたら。上げ足じゃないんだよ、それに。ね。ね。まあ、ゆうたむちゃんは若いから多分わかんないんだと思うけど、正直者が、基礎控除はあるって、普通に。青色じゃない、青色っていうか白色で、っていうか、今のこの雑所得には38万っていう基礎控除ある。でも配信名しか分かんなくても大丈夫だよ、通報じゃない。1200万とかになるよね。じゃあそういうことよ。じゃあその端数を払うってことよ。要は。じゃあ1200-800だったら400だよね。まあ400、まあ分かんない、詳しくは。で、400万払う。まあ400万まではいかないけど、弱払うわけよ。400万近くを国に払ってるわけ。ね。まあ300万ぐらいかな。まあ、サラリーマンはね、副業扱いだからまた変わるしね。本業がある人間はね。1億は余裕で超えんじゃない？でも5000万、6000万ぐらいかな。多分今んとこ。YouTube 入れたら1億は余裕でいくと思う。でもまあ YouTube とかまあくくりはみんな一緒だから、税務署とか国からすれば。税金払ってねーって。だから基礎控除はあるって、それは分からないって、そんな基礎控除なんて言われたら細かい話は。経費の話だって分かんないんだし。だけど、納税義務は発生してんの。ね、ムーミンママ、バカなこと言わないで、そうやって。俺が言いたいこと分かる？基礎控除がかかろうがかかるまいが、経費が落ちようが落ちまいが、納税の義務はあんの？だから確定申告しない奴は脱税なの？意味わかるこれ。
どうすんだろうね、みんなね、ほんと。俺はまあ自分でも別にもう税理士なんか使わなくても払えるから、余裕で。ただ、金梅とか爆走とかはどうすんだろうね、荒野とかね、青山とかね。いや、アイラはもうどうでもいいよ。アイラの金額になると俺わけわかんないから、もう。絶対貯金あると思ってるから、俺は。ないわけないじゃん。普通に考えて、あの金額稼いで。全額使うわけないでしょ、普通に考えて。でしょ、だからアイラのことはもう俺は考えられない。もう多分俺の次元ではわかんない。いや、確定申告って申告するだけだよ。税務署、お待ちしてます、ポスターの。僕ポスタータダでやりますよ。多分ヌードまではいけるんで。とりあえずヌード OK なんで。大丈夫。確定申告嘘で通ったからって通らないから大丈夫。遡って請求されるから。で、脱税、最悪悪質とみなされたら懲役だから。まあそうだね。やばいと思うよ。